毎日お仕事お疲れ様です。ゆちチャンネルのゆうです。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心とした情報やカーライフ関連のラジオ動画を配信しております。たまにですね、社畜夫婦のたわいもない Vlog 動画なんかも配信してますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回はなぜレクサス NX を購入することにしたのかというテーマでお話をさせていただきます。てかですね、誰がそんなこと気になんねんって思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、この動画に巡り合ったのも何かのご縁だと思いますので、ちょっとだけでも聞いてってもらえると嬉しいです。それではですね、僕がなぜレクサスを選んだのか。それは単純に、人生一度きりなんだし、この人生に一度ぐらいは高級車と呼ばれる車に乗りたかったということになります。なんじゃそりゃって話だと思うんですけど、僕の中で、死ぬまでにやりたいことリストっていうのを作ってまして、この中に、このお題が入ってたんですよね。叶えたいことはですね、できる時にしておくことが、いいんじゃないかなと、個人的には思ってます。とは言ってもですよ。高級車っていろんなメーカーあるわけじゃないですか。ベンツとか BM、アウディ、ボルボ、ワーゲンとか。で、その中で、なんでレクサスを選んだのかっていう話ですよね。その辺を一つずつ上げていきたいと思います。まず一つ。国産高級車メーカーという安心感。やっぱり壊れない車イコール国産じゃないですか。僕の勝手な個人的な見解なんですけど、中国とかすぐ壊れそうなイメージあることないですか？で、レクサスはやっぱトヨタブランドっていうのもあるので、絶対的な安心感が個人的にはあったんですよね。で、あとベンツなどの、外車メーカーとかは、どうしても壊れやすいとか、壊れた時の修理費用が、輸入品は高くつくんじゃないかっていう、漠然とした不安があったんですよ。実際知り合いとかから外車壊れたら部品代だけでも結構するよみたいな話もちらっと聞いたことがあったんで、そういう点も含めてやっぱ買うなら、なるべく壊れない車がいいなという、修理費用がかさむような車はちょっと嫌だなっていうのもあったんですよね。で、僕自身高級外車とかは今まで一回も乗ったことがないので、本当にこれは勝手なイメージなだけかもしれないんですけど、もしですね、視聴者さんで、外車に乗ってらっしゃる方が見えましたら、そういう壊れやすさとか、このメーカーは、年式とか何年乗ったかとかにもよると思うんですけど、こういうところが壊れやすいよっていうところがあればですね、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、二つ目。リセールが高いらしい。これは、車を調べていく過程で分かったんですけど、レクサスって他の高級自動車メーカーと比べても驚くくらいリセールが高いんですよね。セダンとかのあんまり人気のない車種とかは除くんですけど、このご時世SUV 選んどけば、間違いない的な、リセールは高いでしょみたいなとこあるじゃないですか。で、実際僕レクサスで商談した時も、値引きとかの話は一切なかったですし、実際1円たりとも値引きはなかったんですよ。で、そのレクサスのそういった手法が、後々の中古車相場の、安定的な金額に少なからず寄与してるんじゃないかなとは思ってます。で、もちろん高い買い物なので、今後末長く乗っていきたいとは思ってるんですけど、万が一売却したいって思った時にですね、安く買い叩かれるのって結構ショックじゃないですか。何百万もした車が、3年4年乗って、査定に出したら、こんな減るのみたいな。300万とかもう半値みたいな。
とかってめちゃめちゃショックじゃないですか。で、そういった下取りを出して、次の車の購入資金とかにするわけなんで、どうせならですね、リセールのいい車がいいなと思って、そういった部分でもリセールの高い車を選ぶっていうことはすごい重要だっていうふうに個人的には思ってます。ではですね、3つ目なんですけど、これはレクサスっていうブランドの認知度と、なんとなく嫌味のないブランドイメージがあるっていうことですね。これ本当に、個人的主観になるんですけど、なんかレクサスって、なんか嫌味のない控えめな高級車って感じがするのは僕だけですか？なんとなく、ベンツとか BM って、いかにも富裕層のお金持ちが買いましたみたいな感がして、ちょっと鼻につくっていうか、嫌味な感じがしなくもないかなーって個人的には思うんですよね。で、これは視聴者さんの中で、ベンツとか BM とかですね、そういった高級会社のオーナーさんが見えたら、本当に申し訳ないんですけど、これはもう決してね、ディスる意味とかでは全然ないので、その辺はちょっとご理解していただきたいんですけど、なんとなく僕の中では、レクサスって上品な高級車ってイメージだったんですよ。で、それでいて、世間のレクサスブランドに対する認知度って結構あったりしませんか？レクサスっていう名前を知らない人って、そんないない気がするんですよね。皆さんレクサスって聞いたこと一度はあるんじゃないですかね。で、せっかく乗るなら、オーナーとしての所有満足度も上げたいじゃないですか。で、何の車乗ってるのって聞かれた時に、レクサスだけどっていうのってさらっと言えるのってちょっとかっこいいなって僕の中ではずっと憧れがあったんですよ。で、そういった部分加味して、レクサスを選んだというところですね。で、4つ目になるんですけど、これはですね、僕の妻が、なんて言うんですかね、昔の職場の同僚で、ベンツを乗ってらっしゃる方がいてですね、で、妻はその同僚がものすごく、合わなくてというか、ぶっちゃけ嫌いで、そういった人が乗ってる車は、どうしても買いたくないということで、当然僕一人の力で、レクサスを購入したわけではないので、妻の助力もあって助けていただいて、こうやってレクサスのオーナーになることができたので、当然妻ものね、意見も聞かなきゃいけないので、妻がベンツは嫌だと言えば、そうですかと、かしこまりましたということで、外車メーカーの中からまずベンツは消えたというところでですね、で、それ以外の先ほどお話しした3つの部分から、レクサスを選んだということになるわけですよね。では、最後、5つ目になるんですけど、これはですね、いろいろ車を選んでいく中で、自分のフィーリングがあったと言いますか、5つ目はそのレクサスの車種が見たときに、僕の好みとマッチしたっていうところですね。それはスタイリング、外観であったり、内装の質感とかですね。そういうビジュアル的なところが僕が求めているこの高級外車っていうところと、そういうスタイリングのセンスというか、好きな部分がマッチしたんですよね。で、この車が自分の自宅の駐車場に置いてあって、で、毎日それを見たら、やっぱりかっこいいな、この車はと。どんだけでも見てられるなと。そういう車を僕は買いたいなっていうふうに思ってるわけですよ。で、いざレクサスにしようと思って、店舗に行って、実車を見るわけですよね。で、見たときに、LBX はその時まだ発売してなかったので、LBX、UX、NX、ちょっと RX は大きいし、ちょっと値もかなり張るので、ちょっと RX の方は、除外してたんですけど、その LBX、UX、NX の3つの車種からどれにしようかっていうのを、いろいろ妻と一緒に相談しながら見てたんですけど、どれも本当にかっこいいんですよ。めちゃくちゃ。
で、その中で NX を生で見たときに、このスタイリングはかっこいいと。で、実際内装を見てみたら質感も高いですし、14インチのディスプレイモニターがすごく綺麗だし、インパクトもあるし、で、これが自分の駐車場に置いてあったらもうめちゃめちゃテンション上がるなというのが自分のフィーリングとマッチしたっていうのが、一番大きな要因じゃないかなと思ってます。ということでですね、僕がなぜレクサスを選んだかというポイントになった5つをお話しさせていただきました。また今後ですね、レクサスオーナーとして、いろいろなテーマを挙げて、ちょっとお話をさせていただけたらなと思いますので、今後ですね、ご興味がある方、また、チャンネル登録、いいね等で応援していただけると幸いです。では、今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴どうもありがとうございました。